皆さんこんにちは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画は2023年10月27日にリリースされたドッケンのニューアルバムHeaven Comes Downについてを紹介、解説していきます。11年ぶりにリリースされたニューアルバムは一体どんな内容だったのか、世界の評価はどのようなものなのかを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。このチャンネルではハードロック、ヘビメタルのバンド、人物、アルバムなどを紹介しています。ロックとメタルが好きな方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではメタルの歴史を振り返っていきましょう。ドン・ドッケン率いる LA メタルバンド、ドッケンは202、3月、10月27日にニューアルバム Heaven Comes Down をリリース。11年ぶりとなる新譜ということで、ドッケンファンの方はびっくりしたのではないでしょうか。スタジオアルバムがリリースされるのは嬉しいことではありますが、ドッケンファンの方たち曰く、近年のライブでは全く歌えてない、病も心配だ、という声も多く、少し不安ではありますよね。そんな状況の中、レコーディングされた本作について、ドン・ドッケンはこのように話しています。2019年に首と脊髄の手術の合併症で、右腕が部分的に麻痺してしまったんだ。プロデューサーとバンド仲間と共に制作し、リリースするまでに2年かかった。本来であれば、Heaven Comes Down には15曲録音した LP をリリースする計画だったんだ。私はいつもアルバムごとに20曲書いて、その中から最高のものを選ぶんだ。良い曲を書けたと思い、LA のレコーディングスタジオまで持って行ったのは良かったんだけど、レーベルから10曲しか入れられない、と言われたんだ。10曲しか入れられないなんて、そんなの昔の話だよ。本当に良い曲なんだ。レコードに入れてほしい。メタリカだってアルバムに15曲や16曲録音してるじゃないか、と要求したんだけど断られたよ。彼らは汚れちまった。10曲しか録音できずにリリースとなった本作ではありますが、ドン・ドッケンはアルバムについてこのように話します。Heaven Comes Down に収録されているサンタフェという曲があるんだけど、この曲は私の故郷について書いた曲なんだ。私はLA で生まれた日からここを離れたくなかった。たくさんの仕事をし、サンセット通りをブラブラし、世界中を旅してきたが、いつも LA が恋しかった。この曲はロックな曲でもカントリーな曲でもないクールな野郎の曲なんだ。ベーシストであるクリス・マッカービルもこのように話します。ドンのサウンドは本当に素晴らしい。レコーディングの際、彼はボーカルを3回取り直したんだ。このアルバムを完成させるために、彼は本当に熱心に取り組んできたんだ。ドッケンファンはきっと全盛期の彼の歌声が好きでしょう。今の彼の歌声を聞いてがっかりするでしょう。しかし、私はそんなことはできません。彼は本当にいい音を出している、正真正銘、本気の歌声だ、と語っています。さて、ドン・ドッケンの魂の歌声が込められた本作、Heaven Comes Down は、一体どのような内容だったのかを早速レビューしていきたいと思います。現在のレコーディング技術もあってか、ドン・ドッケンの歌声は、全く気にはなりませんし、ざらついた、色気ある歌声は個人的には、ありだと思いました。しかし、安定した歌声を一定に保っているといった印象でメリハリがなく、今歌える曲をギリギリのラインで歌っているだけで、良くも悪くも、普通に歌の上手いボーカル、良い声をしているボーカルだよねといった感じです。1曲目を聴いた時は、ドン・ドッケンの歌声、悪くないじゃん。2曲目以降も、全然まだまだ現役だな、良い歌声している、と思っていたのですが、だんだん聴いているうちに慣れてくるんですよね。ですが、その単調さを、ジョン・ネビンの刺激的なギター音により、
いい意味で壊してくれます。ドン・ドッケンの歌声を楽器隊がサポートし支えているといった印象で、ドンが歌える範囲で曲作りをし、バンド内で団結し制作されたアルバムなんだなというのは伝わってきますね。特に2曲目はシンプルにかっこいいなと思える曲で、曲が始まった瞬間、これは絶対に痺れる曲だと思わせてくれ、ヘビメタルファンであれば思わず笑顔になってしまいます。10曲目のドンの故郷について書かれた曲は確かにロックな曲ではないのですが、他の曲以上にドンの気持ちや魂が伝わってきて思わず聴き入ってしまうほどです。本作の総合的な評価としては全てが平均点より少し上な良版といったところでしょうか。ドンの歌声も悪くはないですし、今のドッケンを表現するためにメンバー同士で支え合いながらお互いをリスペクトし合いながら制作されたアルバムなんだなと感じます。特にギタリストのジョン・レビンはかなりいい仕事をしていて、ドンの魅力が最大限に発揮されています。彼の貢献度は大きいと思いましたね。それでは世界での反応や評価も見ていきましょう。とても良いアルバムだよ。素晴らしい。これからもミスター・ドン・ドッケンのために生きてください。私はドッケンが大好きです。ヘビなアルバムをありがとう。これからも素晴らしいアルバムが作り続けられることを楽しみにしています。このアルバムの1曲目を聴いた時は失望した。全体を通して聴けばそれほど悪くはないが、刺激的な作品とは言えない。私は今後ドッケンの新しいアルバムは購入しないだろう。なぜなら私が知っているドッケンはオリジナルメンバーが参加しているもので、私の史上ナンバーワンギタリストジョージ・リンチが含まれているからだ。私はドッケンの真のファンです。メタルの暗黒時代を経ても音楽シーンで輝いているミュージシャンに影響を与えている。ドンの声が戻ってきて本当に嬉しい。以前のような高音は出ませんが、ドンの歌声には独特のタンブラーを感じる瞬間があります。ドン、ありがとう。世界の反応や評価を見ていると、ドン・ドッケンがどれほどファンから愛されているのか、それと同時にかつてのドッケンがどれだけ素晴らしく偉大なバンドであったのかが伺えますね。私みたいな後追いファンには到底わからないことであって、バンド結成当初からドッケンを応援し、様々な苦悩を見てきたからこそ、私とは違ったアルバムの評価があるのかもしれません。さて、次回の動画では、全盛期ドッケンに在籍していたギターヒーロー、ジョージ・リンチのバンド、リンチモブもニューアルバムをリリースしているので、そちらを紹介したいと思います。それで、皆さん、良いメタルライフを。